日本語が読めるし書けるけど、やっぱり話すのが難しい。話したいことがあるのに、日本人を前にすると緊張してしまう。そんなことありませんか？今日は私がその解決策をお伝えします。イエイこんにちは、さゆりです。このチャンネルでは日常会話から自然な表現や単語を学べる動画を作っています。この会話は私と水木さんという男性の方が旅行に対するハードルが低い、旅行に対する抵抗があまりないという話です。これはさっき話した日本語の学習、日本語の会話にも同じことが言えると思うので、よかったら最後まで見てください。それではどうぞ。アフリカも行ったことある？そうですね。アフリカはその前年に行って、でそれこそイギリスに留学してる時に、アフリカでなんか50年に一度の大飢饉みたいな感じで BBC で見たので、これちょっとアフリカ行った方がいいなみたいになって。危機の時に行きたいと思ったんですか？いや、なんか助けないと。やめとこうじゃないんですか？で助けようと思って。なんか助けないとまずいみたいな。人が困ってる。で、そういう危機。そう。で、まあ昔からケニアとか、マサイ族とかすごい有名だったじゃないですか。ルル滞在期ね、それこそ。で、ちょっとこれを機にマサイ族行ってみようと思って、で、イギリスのボランティアとかそういうなんか組織から、ページで予約して、で、2週間ぐらいですかね、ケニアの民族と一緒に暮らすみたいな感じで行かしてもらって、もう本当にそれがイギリス留学して最後の2ヶ月ぐらいだったので、英語の勉強も兼ねてね、もう本当にローカル、そのブリティッシュしかいない、生活、プラスケニアの民族みたいな。で、僕みたいな感じだったの。英語を絶対勉強しないといけないみたいな感じだった。そう、チャレンジする意味でも、助ける意味でも、旅人の意味でも、なんか行きましたね。なるほど。へえ。すごいですね。言葉が見つからないんですけど。すごくないですけど、全然。逆に行ったことがない大陸ってありますか？全部行きましたか？大陸はない。まあでもロシアは行ったことないですかね。あとね、なんだかんだアメリカの本土とか行ったことないですね。あ、そうなんですか？アメリカは行ったことないですね。アラスカ、アメリカ、カナダとかは行ったことないので。ハワイだけですね、行ったの。アメリカだったら。なんだかんだ僕のポッドキャストもアメリカの人がたくさんいるんですけど、30% ぐらいアメリカなんですけど、でもアメリカには行ったことないので、いつか行ってみたいですね。アメリカだとね、たくさん飛行機も飛んでるんで、すぐに行けると思います。そうですね。すぐに行けるっていう感覚も変ですけど。行きやすいですよね。南米よりは。そうですね。なんか、私も結構旅行が好きで、よく旅行する方だと思ってて、友達とかに、今度ニュージーランド行くみたいな感じで言ったら、なんか、今から東北行くみたいな感じで言うなみたいな感じで言われて。でもそんな感じですよね。まあ、へえ、みたいな、いいな、みたいになりますよね。なんか確かにね、やっぱ海外行ったことない人からすると、なんか、すごいなって思うね、人はまた未知の世界に行くっていうのは本当なんかね、やっぱすごいなと思うし、例えば今からなんかこうアラブの国に行くとかってなったら、すごいねみたいになりますけどね。やっぱりヨーロッパじゃなくて、なんかちょっとなんていうんですかね、ニッチというか、あんまり行きづらいところに行く人っていうのは旅人の中でもなんかいいなとか羨ましいというかね、すごいなっていうふうに思いますけど、なんかね、アメリカとかニュージー、オーストラリア、カナダとかイギリス、ヨーロッパらへんはなんかいいなっていうかね、行くんだみたいな感じですよね、感覚的に。ね、そうですよね。だからなんだろう、距離が近いですね。なんか他のあんまり旅行してない人たちからしたら、私たちは多分ノリが軽すぎる。そうかもしれないね。みたいになりますよね。そんな近いのみたいなね。自分的にはね、ただ飛行機乗るだけだし、そう僕らが行くっていうよりも飛行機はね、連れてってくれるって感じですからね。なんならさ、日本で旅行するよりも近かったりするじゃないですか、直行便とか。本当そうです。
お疲れ様でした。先ほどの会話の最後の方では、私と水木さんは旅行するハードルが低い、旅行することにあまり抵抗がないという話をしました。このハードルが低いっていうのは、私たちは旅行の経験が豊富にあるので、特に心配とか細かい計画をしなくても簡単に気軽に旅行に行けるという意味です。どうしてハードルが低くなったかというと、たくさん経験しているからです。でも私が初めて海外旅行をした時は本当に怖かったです。私が行った初めての海外旅行先はカンボジアでした。一人で行きました。そして初めて飛行機に乗ったのもその初めての海外旅行だったと思います。その時は全然英語も喋れなかったし、ただカンボジアっていう言葉の響き、なんかちょっと危なそう、かっこいいみたいな感じで、若さゆえに一人で海外旅行に行きました。本当に行ってよかったと思います。一度一人で海外に行くと本当に自信が持てるようになったと思います。すごく自信がつきました。やっぱりすごく怖いこと、未知のことに挑戦するので、それを成し遂げた時に自信がつくんだと思います。もちろんカンボジアに行ったことがないし、英語も喋れないし、カンボジアに行く準備を一人でしますね。例えば飛行機を予約したり、ホテルを予約したり、どんなレストランが安全かとか、どの地域にどの観光地に行こうとか、そういうのも調べていきました。その準備を含めて全て一人でやったから自信がついたんだと思います。これを何回も繰り返しました。カンボジアにも行ったし、ベトナムにも行ったし、いろいろな国に一人で行きました。だからその旅行に行くハードルが下がったのかなと思います。この会話は旅行に関する会話でしたが、これは語学学習にも同じことが言えると思います。例えば皆さんの場合、例えば日本人と話そうと思っても、やっぱり緊張して言葉が出てこなかったりしますよね。あと会話をした経験がないと、どのように相槌を打っていいか、どのタイミングでああなるほどとか、そうなんですねって言っていいかわからないと思います。それは慣れるしかないです。でもいいニュースがあります。人間は適応能力があります。だから日本人と話す練習をすれば、日本人と話す抵抗がなくなってくると思います。ハードルが低くなってくると思います。でも闇雲に、例えばひらがなもカタカナも読めない状態で急に話すのはおすすめしません。ある程度文法や単語を覚えた状態で練習をすることをおすすめします。その方が効率がいいと思います。で、私が言いたいのは、単語とか文法とかフレーズもたくさん知っているのに、日本人を前にすると話せない人に向けて言いたいです。多分私のチャンネルを見てくれている人はそのような方が多いと思います。中級レベルの方ですね。日本語のことをよく分かっているのに話すのが苦手な人にぜひ聞いてほしいです。話す練習、会話練習をしないと話せるようにならないです。話せるようにならないと思います。自信がつかないと思います。でもこれは人それぞれ目標がありますね。例えば小説を読みたいだけとか、映画とかアニメを字幕なしで見たい。その人は別に話す練習をしなくてもいいと思います。聞く練習、読む練習だけでその目標を達成することができますね。でももし皆さんが
日本人と話したい場合、それはやっぱり話す練習をしなきゃ話せるようにならないと思います。日本人と意見交換をしたいとか、旅行でなるべく Google 翻訳を使わずに地元の人と会話して美味しいものを食べたいとか、日本に来た時に日本語だけしかないツアーに参加してみたい、日本人の友達を作りたい、そういう方は絶対に話す練習をした方がいいと思います。最近は便利なウェブサイトやプラットフォームがあって、すぐに日本人の話し相手、日本人の会話相手を見つけることができます。例えばiTalki で、先生を探すこともできるし、ハロートークなどで言語交換の相手を探すこともできます。一応リンクを貼っておくので概要欄を見てみてください。そんなの知ってるよってそんなの知ってるよ、iTalki とかハロートークって超有名じゃんっていう人もいると思います。そこで、iTalki とかハロートークとかでどんな会話相手を見つけるかっていう方が結構難しいんですよね。たくさんいますから、本当にその中で探すのがとても難しいです。だからこれも試してみるしかないと思うんですよ。私のおすすめなのは、とりあえずいろんな人を10人ぐらい、いろんな人10人ぐらいとまず話してみることです。できればiTalki の先生やチューターの方をおすすめします。理由は絶対に時間を守るからです。自分の時間を無駄にしなくていいからですね。でも予算とかに制限がある人はもちろん無料で探すのもいいと思います。少し時間はかかるかもしれませんが、それもいいアイディアだと思います。それで、10人ぐらいの日本人の方と話すとランキングみたいなのができますね。この人はすごく良かった、この人また話してもいいかな、この人とはもうちょっと会いたくないなとかできると思います。それで自分が好きな話し方の人とか好きな話題を共有できる人とかを見つけられればラッキーですね。まずはたくさんの人と話してみるっていうのがいいのかなと思います。まずこの10人と話すっていうのが結構大変ですね。10人いたらみんながみんないい人というか話しやすい人とは限りません。でもそれぐらいの人と話さないと、この人はいいとかこの人はあんまり合わないなとか、そういうのがわからないと思うので、とりあえず、少なくても5人ぐらいの方と話すのがいいと思います。多分皆さんが恐れているのは、皆さんが怖いのは、私もそうだったんですけど、変な人に当たったらどうしようとか、ちょっと、失敗したらどうしようっていうのがとっても大きいと思います。その探している中で嫌な経験をすることももちろんあると思います。正直私も英語の先生を探している時にすごく残念なレッスンになったこともありました。でも今となれば笑い話だし、いろんな人がいるっていうのを知れたので良かったと思います。本当にもうこれ以上この人と話したくないって思ったら、優しい嘘をつくのが一番いいと思います。例えばちょっとすいません、ちょっと家族から急用の連絡が来たのでここでレッスンを終了してもいいですかとか、ちょっとすいません、お腹が痛くてちょっと今日はここで終わってもいいですかとかそれが言えれば怖くないと思います。そこで、そこにいなさいっていう人はいないと思うし、スカイプとかズームとかなので終わらせばいいだけなんで、そんなに深く考
深く悩む必要はないと思います。いろんな日本人と話したら、日本語を話すことも聞くことも会話することに慣れてくると思います。そしてちょっと変な日本人にも慣れてくると思います。はい、だから怖がらずにたくさん話す機会を作ってみてください。そうです。恐れることはないんです。人間には適応能力があります。最初はすごく緊張するし怖いけど、日本人と話すことによってそのハードルがどんどん低くなると思います。私のレッスンを取ってくれてもいいし、愛登記にもたくさん素敵な先生がいるし、無料のランゲージエクスチェンジパートナーを探すんだったらハロートークもあるし、ぜひ皆さんに合ったやり方で挑戦してみてください。これからも日本語の勉強を頑張っていきましょう。はい、では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまた次の動画で。バイバーイ。